IMG、マルタが淡い光の中をゆっくり進む。静謐な空間。暖かかった。柔らかく。湿気もなく。まるで晴れた日の午後の窓辺のような感触。IMG、病院の廊下。蛍光灯が白く光る。ストレッチャーが運ばれていく。音が遠ざかっていく。2019年3月。ポーランドのワルシャワ市内にある大学病院で起きた出来事だ。その日の夕方、一人の女性が救急搬送された。名前はマルタ。当時38歳。食事の最中に、突然喉が締め付けられた。呼吸ができなくなった。アナフィラキシーショック。食物アレルギーによる全身の急激な拒絶反応だ。救急隊員が到着した時、マルタはすでに意識を失っていた。病院に運び込まれ、処置室へ。ドアが閉まる音がした。そこからの記憶を、マルタはこう語っている。音が遠くなっていった。機械の音、誰かの声、それが、だんだん、水の底に沈むように消えていった。心拍が停止したのは、搬送から4分後のことだった。モニターの波形が、平らになった。脳波も、同時に、ゼロ、完全な、静寂。医学的に定義するなら、マルタはその瞬間、死んでいた。蘇生処置が始まった。医師たちが動く。声が飛び交う。しかしマルタの意識は、どこにも存在しないはずだった。脳に電気的な活動は一切なく、感覚を処理できる状態ではなかった。それが、16分間、続いた。なぜ16分なのか。心拍が再開するまでに、それだけの時間がかかったからだ。長い。あまりにも長い。通常であれば、脳への不可逆的なダメージが始まる時間だ。ところが、マルタは戻ってきた。目を開けた彼女が最初に口にしたのは、自分の容体ではなかった。廊下で、話していましたよね。と、彼女は言った。穏やかに、まるで、ただの感想を述べるように、医師たちは、顔を見合わせた。処置室の外で何が話されていたのか。マルタが語り始めた内容は、その場にいた全員を静かに凍りつかせることになる。彼女の話が本当なら、人間の意識についての常識が根本から揺らぐことになる。その朝まで、マルタはごく普通の日常を生きていた。IMG、ワルシャワの街並み、平凡な朝の光。次のパートでは、あの日が始まる前の、マルタの何気ない一日に戻る。IMG、朝の静かなワルシャワの街並み。柔らかな光。2019年10月。ポーランドのワルシャワ。マルタ、コワルスカは、その朝も、いつもと同じように目を覚ました。カーテンの隙間から、秋の薄い光が差し込んでいた。街路樹の葉が、風もないのに、ゆっくりと落ちていた。彼女は34歳。広告代理店に勤める。どこにでもいる女性だった。朝7時。アラームより少し早く起き、コーヒーを入れた。豆はいつものブレンド。カップは、亡き祖母から譲り受けた青い陶器のもの。その小さな習慣が、彼女の一日を始める合図だった。IMG、キッチンで朝食を準備する女性の後ろ姿。その日は同僚の誕生日だった。職場の近くにある小さなカフェで昼食会を開く予定になっていた。特別なことは何もない。ただの平日の昼休みだった。マルタは鏡の前で髪を整えた。今日のジャケットは紺色。少し迷って、それに決めた。地下鉄の駅まで歩く途中、パン屋の前を通り過ぎた。焼きたての匂いが漂ってきた。いつもなら夜のに、その日は時間がなかった。後になって彼女は、そのことをよく覚えていると言った。立ち止まれなかった。あの朝のことを。IMG、ワルシャワの地下鉄ホーム、通勤客の流れ。午後1時過ぎ、カフェに集まったのは、5人だった。笑い声が上がった。ケーキのろうそくが吹き消された。誰かがスマートフォンで写真を撮った。マルタは、サラダを頼んだ。ドレッシングはハニーマスタード。それが、メニューに書いてあった。
最初の一口を食べた直後のことだった。喉の奥が締まるような感覚があった。最初は気のせいだと思った。唇がジンジンとしてきた。呼吸が浅くなった。同僚が気づいた。マルタ、顔色が変だよ。と言った。彼女は立ち上がろうとした。立てなかった。椅子から崩れ落ちる前の数秒間のことを彼女は今も鮮明に覚えている。天井が遠ざかっていく感覚。声がひどくゆっくりに聞こえた。アナフィラキシーショック。食物アレルギーによる急性の全身反応だった。ドレッシングに含まれていたあるナッツ成分が引き金だった。救急車が到着するまで8分。その8分が長かった。IMG。救急車の赤いランプ。ワルシャワの秋の街。病院に搬送された時、マルタの意識はすでになかった。処置室の扉が閉まった。そこから先の16分間のことを、当時の医師たちは誰も正確には説明できない。ただ、脳波モニターが示した数値だけは、記録に残っている。完全なゼロだった。次のパートで、マルタは語り始める。意識を失っていたはずのあの時間に、彼女が見ていたもの、聞いていたものを、IMG。天井から見下ろす手術室。青白い照明、動かない体。天井が見えた。マルタはそう語った。落ちたのではなく、浮いた。静かに、音もなく、自分の体から、処置台の上に横たわる女性がいた。白い服の人たちが、その体の周りを動いていた。マルタには、それが自分だと分かった。分かった。というより、ただ、知っていた。IMG。天井付近から見下ろす視点。自分の体を囲む医療スタッフ。感情は、なかった。恐怖も、痛みも、焦りも、あったのはただ、奇妙なほどの静けさだった。まるで深い水の底に沈んだような、音のない世界。モニターが鳴っていた。規則的だったそれが、やがて、一本の線になった。T という音が、部屋に満ちた。誰かが叫んだ。アドレナリン。急いで、靴が床を蹴る音がした。カートが引かれた。金属の触れ合う音。マルタはその一切を、上から、見ていた。IMG。モニターの平坦な波形。ゼロを示す数値。脳波は、ゼロだった。神経科学の言葉で言えば、この瞬間、マルタの脳には、何も起きていなかった。記憶を作る回路は、止まっていた。音を処理する皮質は、沈黙していた。意識の基盤となる電気信号が、完全に、消えていた。それでも、彼女には聞こえていた。IMG。廊下。二人の医師が話している後ろ姿。扉の向こうへ、意識が流れた。廊下だった。二人の医師が立って話していた。声が、届いた。内容が、届いた。患者の名前、数値、処置の判断。マルタはそれを、壁を越えて、聞いていた。ここが、後に問題になる。目が覚めてから彼女が語った言葉は、医療記録と、一致していた。廊下で交わされた会話は、その場にいた医師だけが知るものだった。それが、なぜ、IMG。暗闇の中に、遠く小さな光。やがて、マルタは気づいた。引き戻されている。体へ向かって。けれどそこへ向かう前に、視界の端に、何かが見えた。廊下でも、処置室でもない。どこか、遠く、光のようなものが、あった。次のパートで、彼女はその先へ進む。光は、遠くにあった。廊下でもない。処置室でもない。どこか、まるで別の場所に、それはあった。マルタは気づいていた。自分がまだ、どこかに存在していることを、体はない。音もない。けれど、確かに、何かがある。一歩、踏み出した感覚があった。正確には、足などなかった。ただ、意識が、光へと向かっていった。引き寄せられるのではなく、自然に、まるで川が海へ流れるように、不思議なことに、恐怖がなかった。IMG。
マルタが淡い光の中をゆっくり進む。静謐な空間。暖かかった。空気に温度があった。柔らかく、湿気もなく、まるで晴れた日の午後の窓辺のような感触。色は白でも黄でもなく、強いて言えば、金色に近い何か、言葉にできない色だった。と彼女は後に語っている。そこに、人がいた。マルタは、その輪郭を見た瞬間、声が出なかった。祖母だった。11年前に亡くなった。祖母のゾフィアだった。シワは、なかった。若い頃の顔をしていた。けれど、マルタにはわかった。匂いでも、声でもなく、ただ、わかった。祖母は微笑んでいた。言葉より先に、その表情が語っていた。大丈夫よ。と、怖かったでしょう。ゾフィアは、そう言った。ポーランド語で、柔らかく、静かに、マルタはその声を、後に、夢の中の声より、ずっとはっきりしていた、と表現している。まだ、あなたの時間じゃない。それだけだった。長い説明も、儀式もなかった。ただ、それだけ、IMG、祖母の柔らかな顔、金色の光の中に立つ二人。マルタは泣きたかった。泣けなかった。涙を流すからだが、そこにはなかった。けれど何かが、胸の奥で、溢れた。悲しみではなかった。懐かしさでもなかった。それは、もっと原始的な、何か、存在そのものが、安堵するような感覚だった。ゾフィアは、もう一度微笑んだ。そして、光が変わった。引き戻される感覚が、来た。今度は、逃げられない。マルタは振り返った。祖母の姿が、遠ざかっていく。手を伸ばす間もなかった。光は、消えかけている。ここから先に、何が待っているのか。そして彼女がこの場所で聞いたことと、現実の廊下で交わされた言葉の間には、まだ、答えられていない問いが残っている。パート4へ続く。IMG、霧の中に浮かぶ一本の橋。橋は光に溶けて見えない。光が薄くなっていった。ゾフィアの姿は、もうどこにもない。マルタは、一人立っていた。場所が、変わった。気づけば、そこは橋の上だった。足元に川はない。ただ、白い霧が、どこまでも続いている。橋の向こう側は、見えなかった。橋が、光に溶けていた。一歩、踏み出せる。踏み出せば、戻れない。その確信だけが、胸の中にあった。言葉ではなかった。理屈でもなかった。ただ、わかった。静かだった。怖くは、なかった。むしろ、穏やかだった。それが、余計に重かった。穏やかであることが、終わりを意味していた。IMG、霧の中、橋の欄干に手をかけた人物の後ろ姿。遠くにかすかな光。その時、声が聞こえた。声ではない。かもしれない。感覚に近かった。呼ばれている。というよりも、引き止められている。何かが、マルタの足を止めた。娘の顔が、浮かんだ。7歳だった。名前は、カロリナ。朝、家を出るとき、まだ眠っていた。起こさないように、そっとドアを閉めた。あの朝が、最後になるかもしれない。胸が、痛んだ。夫の顔も、浮かんだ。昨夜、些細なことで言い合いをした。謝れなかった。言えなかった言葉が、まだ、喉の奥に残っていた。戻らなければ、と思った。思ったのではない。気づいたら、そう感じていた。橋の先ではなく、来た方向を、振り返っていた。霧の中に、薄い光がある。遠い。けれど、確かにある。足が、動いた。一歩。また、一歩。光が、少しずつ近くなる。体が重い。引き戻される感覚ではない。自分で、歩いていた。それが、違いだった。惹かれるのではなく、選んでいた。マルタは、戻ることを、選んだ。IMG、霧が晴れ始め、遠くに廊下の光が滲む。その瞬間のことを、後に彼女はこう語っている。
橋を渡ることはできた。でも、渡らなかった。と、渡らなかった理由は、カロリナの顔だった。たったそれだけで、16分間の静寂は、終わりを告げようとしていた。そして、もう一つ。マルタにはまだ確かめなければならないことが残っていた。あの廊下で、聞いた声のことが、カート後へ続く。IMG。光の粒子が無数に広がり、それぞれが記憶の断片として輝いている空間。それは、始まった。突然に、そして、静かに、マルタの意識の中で、何かが動いた。扉が開くような感覚ではなかった。むしろ、壁そのものが、消えた。目の前に広がったのは、光だった。ただの光ではない。それは、形を持っていた。色を持っていた。音さえ、持っていた。幼い頃の台所の匂い。母親がスープを煮る。その湯気。6歳のマルタが、椅子の上に立って、鍋を覗き込もうとしている。母は笑った。叱りもせず。ただ、笑った。その笑顔を、マルタは何十年も忘れていた。IMG。幼少期の暖かなキッチンの光景。蒸気と柔らかな光。次の瞬間、場面が変わった。学校の廊下、13歳、クラスメートの女の子が、一人で泣いていた。マルタは通り過ぎた。足を止めなかった。その子の名前は、ノバクだった。名字しか、覚えていない。その選択の重さが、今、マルタに降りかかった。後悔ではなかった。説明のできない、痛みだった。IMG。学校の薄暗い廊下、一人佇む少女のシルエット。パノラマは、止まらない。22歳の春、初めてついた仕事。ミスを犯した同僚をかばうために、マルタは黙っていた。その沈黙が、誰かを救った。自分でも気づいていなかった。あの沈黙が、31歳の冬、言ってはいけない言葉を、夫に言った。謝った。許された。それでも、その言葉は、どこかに残り続けた。言葉というものは、そういうものだった。IMG。夜の窓辺、二人のシルエットが向き合っている。重要なのは、これだった。マルタが見ているのは、自分の行動だけではなかった。その行動が、他者に与えた影響まで、見えていた。声をかけた見知らぬ老人が、その日の夜、家族に電話をかけた。その連鎖が、さらに先へと続いていた。渡した一つのパン、忘れていた。あの冬の朝、受け取った男性は、それを誰かに話した。その話が、誰かの心を、少し温めた。IMG。連鎖する小さな光。人から人へと伝わる温かさの視覚化。マルタは、ここで初めて泣いた。泣いた。というより、何かが溢れた。胸の奥から、静かに、溢れた。自分の一生が、こんなにも、誰かとつながっていた。気づかないまま生きてきた。そのつながりのすべてが、今、目の前にあった。カロリナの顔が、また浮かんだ。娘はまだ、待っている。そして、もう一つ。廊下で聞いた声の真実が、マルタを、現実へと引き戻そうとしていた。パート6へ続く。IMG。手術室の天井ライトが点灯している俯瞰映像。光が、あった。白い。眩しいほど、白い。マルタの意識が、ゆっくりと、表面へ浮き上がった。まるで深い水の底から、少しずつ、引き上げられるように、音が、戻ってきた。機械の音、規則的な、ピープ音、誰かの、荒い呼吸、金属が触れ合う。硬い音、それらが一度に押し寄せ、耳の奥で混ざり合った。痛みが来たのは、次の瞬間だった。胸の中心を、誰かが掴んでいるような、重い痛み。息を吸うたびに、肺が焼けるように広がる。喉は渇き、声が出なかった。目を開けた。天井のライトが、網膜を刺した。思わず目を閉じる。もう一度、ゆっくりと開く。白衣が見えた。マスクが見えた。目だけがこちらを向いている。誰かの顔。
戻ってきた。その声が遠くから聞こえた。IMG。蘇生直後に医療スタッフが慌ただしく動く様子。医師が何かを叫んでいた。看護師が走った。数字が読み上げられた。マルタには、その言葉の意味が、まだ届かなかった。ただ、重かった。体が、信じられないほど重かった。あちらにいた間、自分には重さがなかった。光の中で、何もかもが軽く、暖かく、満ちていた。それが今、消えていた。戻りたくなかった。その気持ちは、はっきりとあった。娘のことを思った。カロリナの顔を思った。それでも、心の一部は、まだあちら側を向いていた。引き裂かれるような、奇妙な感覚だった。扉が開いた。廊下から、光が差し込んだ。カロリナが、走ってきた。泣きながら、ただ走ってきた。その小さな手が、マルタの手を握った。暖かかった。体温が、皮膚から染み込んでくるようだった。その時、何かが決まった。言葉ではなく、説明でもなく、ただ、決まった。IMG。母と娘が手を握る静止画。マルタは、ここに戻ってきた。廊下で聞いた声のことを、マルタはまだ誰にも話していなかった。医師の名前、血圧の数値、使われた薬の名前、脳波がゼロだった。あの16分間に聞いていた、すべてのことを、それが、次に来る問いの、始まりだった。パート7へ続く。IMG。病院の廊下、差し込む朝の光、静かな病室のベッド。マルタが退院したのは、心肺停止から3週間後のことだった。ワルシャワの秋は、もう深かった。街路樹の葉が、乾いた音を立てて歩道に落ちていた。彼女は、その音を聞いた。ただ、聞いた。それだけで、胸の奥に、何かが満ちてきた。以前のマルタなら、気にも留めなかった音だった。IMG。落ち葉の歩道。窓越しに街を見つめる女性の後ろ姿。変化は、静かに始まった。まず、死への恐怖が消えた。消えた。という言葉では足りないかもしれない。もともとそこになかったかのように、跡形もなく、亡くなっていた。夫のピョートルは、その変化に気づいていた。あなた、最近、怖いものがないみたいだ。と彼は言った。責めているのではなかった。ただ、戸惑っていた。マルタは微笑んだ。説明できなかった。IMG。ダイニングテーブル。向かい合う夫婦。コーヒーカップ。物への関心も薄れた。以前は欲しがっていたものを、もう必要だと思わなくなった。ブランドのカバン。新しい家具。昇進の話。それらが、どこか遠い場所の出来事のように感じられた。代わりに、人が見えるようになった。隣人の表情、同僚の疲労、スーパーのレジ係の小さな悲しみ。それが、ただ、わかった。言葉を交わす前に、職場の同僚たちは、最初は、入院の疲れが残っている、と思っていた。やがて、何かが変わった、と感じ始めた。マルタが黙っていても、誰かの苦しみに気づく。まるで、見えないものが、見えているかのように。IMG。オフィスの窓際。同僚と話す女性。穏やかな表情。ピョートルは、ある夜、こう言った。君は、あの16分間に、何かを置いてきたのか、それとも、何かを持って帰ってきたのか。マルタは答えなかった。答えは、あった。ただ、言葉にできなかった。IMG。夜の寝室。窓の外に街の灯り。信じない人たちも、いた。臨死体験は、低酸素状態が見せる幻覚だ。と言った医師もいた。脳が死ぬ直前に放出する化学物質の仕業だ。と言った友人もいた。マルタは、反論しなかった。否定もしなかった。ただ、静かに、そこにいた、かつての彼女なら、証明しようとしただろう。正しさにこだわっただろう。今の彼女には、その必要がなかった。IMG。窓辺に座る女性。遠くを見つめる静かな横顔。
廊下で聞いた声のことを、マルタはまだ、誰にも話していなかった。医師の名前、血圧の数値、使われた薬の名前、脳波が0だった。あの16分間に、彼女が聞いていたすべてのことを、それを話す気が来たとき、問いは、もっと大きな場所へ向かうことになる。科学と、魂と、意識の境界線へ。IMG、薄暗い病院の廊下、蛍光灯が静かに点滅している。科学は、問いを立てるところから始まる。心臓が止まった。脳波が0になった。それは、医学的に、意識がない、状態を意味する。では、なぜ彼女は覚えていたのか。IMG、脳のスキャン画像、活動が0を示すグラフ。医師たちは、まず基地の説明を当てはめようとした。酸素不足による幻覚。臨死体験特有の脳内現象。記憶の再構成。どれも、一定の根拠がある。酸素が遮断されると、脳の神経細胞は異常な電気的活動を起こすことがある。夢に似た映像や音声を生み出すことも、記録されている。それ自体は、事実だ。IMG、医療モニター、フラットラインが続く画面。ただし、その説明が成立するためには、一つの条件が必要になる。脳が、何らかの形で機能していなければならない。マルタの場合、脳波計は16分間、完全に0を示していた。微弱な心房ですらなかった。計器の誤差の範囲にも入らない。絶対的な0。神経科学の言葉で言えば、意識を生む基盤そのものが、停止していた状態だ。IMG、手書きのメモ、薬品名と血圧の数値が並んでいる。マルタが目覚めた後、話した内容を整理しよう。廊下で交わされた医師の会話、患者の名前の呼称、使用された薬物の名前、具体的な血圧の数値、これらは、すべて医療記録と一致した。推測で当たるような、大まかな情報ではない。専門的な薬品名、小数点以下まで含む数値、文脈の一致。偶然の確率を計算した研究者がいる。これだけの一致が偶然に起きる確率は、統計的にほぼ成立しないという結論が出た。IMG、暗い廊下の端、遠くに光が見える。世界には、似た記録がある。オランダで行われた臨死体験の大規模追跡調査。パニア、ファン、ロメル研究、手術中に意識不明だった患者が、部屋の別の場所に置かれた物体の位置を正確に述べた事例。イギリスで進められた、アウェア研究が確認した、蘇生中の患者による手術室の詳細描写。どれも、単独なら偶然と言えた。積み重なるほど、説明は難しくなる。IMG、窓の外、夜が明け始める空。科学は正直だ。わからないことを、わからないと言える学問でもある。意識がどこに宿るのか、脳が止まった瞬間、何かは消えるのか、それとも別の場所へ移動するのか。今の神経科学には答えがない。仮説はある。量子論的なアプローチを試みる研究者もいる。意識を脳の産物ではなく、宇宙の基本的な構造と結びつけて考える理論も存在する。ただし、証明された理論は、まだ一つもない。IMG、マルタの静かな表情、遠くを見ている。マルタ自身は、証明を求めていない。彼女が経験したことは、彼女の中にある。数値と一致した記憶は、記録の中にある。その間にある空白を、何と呼ぶかは、まだ誰も決めていない。科学が沈黙するとき、人は何かを感じ始める。そしてマルタは、あの16分間が運んできたものについて、もう一つだけ、語ろうとしていた。マルタは、多くを語らない。あの16分間から生還して以来、彼女が人に伝えることは、一つだけだ。IMG、窓辺に座るマルタ、静かな朝の光。死の縁で、彼女が見たのは、光でも天使でもなかった。廊下を歩く医師たちの声、血圧の数値、薬の名前、そして、自分の名前を呼ぶ声。それだけだった。
けれど、それだけが彼女の何かを根こそぎ変えた。IMG 空白の廊下、遠くに消えていく人影。人は死ぬ時に何を聞くのか。脳波がゼロを示していた。あの静寂の中でマルタの何かは確かに起きていた。科学はそれを数値で測れなかった。記録はそれを証明してしまった。その矛盾が今もどこかで静かに呼吸している。IMG 病院の窓から見える夕暮れの空。マルタが最後に言った言葉は長くない。あの日から私は急がなくなった。ただそれだけだ。せかされる毎日の中で誰かの名前をちゃんと呼んでいるか、隣にいる人の声を本当に聞いているか。IMG 日常の風景、誰かの手、静かな食卓。マルタは今日もワルシャワのどこかでゆっくりと朝を始める。16分間が運んできたもの、それは奇跡の証明ではなく問いかけだったのかもしれない。あなたは今日どんな一日を生きているか。IMG フェードアウト、静寂。